どうも、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだ ?12 月16日から制限ルールなどが変更になって、ネットも盛り上がってるわね。そうなんだ、YouTube でも解説されている配信者さんがたくさんいるな。手遅れてしまってない？動画作成が遅いから仕方がないな。今日はルール変更の話かしら？いや、それは他の配信者さんが詳しく解説してるから別の小話にするぜ。他のチャンネルを見た方が参考になるしね。今、とんでもないこと言わなかったか？きっと、空耳よ。そんなことより、どんな話なの？先日、表参道の抽選に当たったんだ。すごいじゃない。希望モデルが買えるんじゃないの？レ夢ム、早とちりだぞ。当たったのは認定中古の方だぜ。そうなのね。でも、よかったじゃない。おめでとう。ありがとう。抽選に当たったのに、あまり嬉しそうじゃないわね。認定中古のホームページはチェックしてたんだけど、あまり欲しくて価格も良いと思える個体が少なかったんだよな。中古品だから一点物よね。そうなんだ。いいなと思えても、そういう個体はみんな考えることは一緒で翌日にはなくなってるぜ。放転した日のタイミング次第なわけね。出会えるかの運命だな。少し大げさじゃないかしら？時計が趣味な人は、運命的な出会いと思える経験をしている人も意外と多いと思うぜ。そうなの？動画で購入までの経緯を視聴してても、劇的な出会いのエピソードを聞いたりするぜ。マリサもあるのかしら？過去にはあるぞ。時計に引き寄せられたような感覚がしたぜ。そう聞くと運命的でロマンチックね。思い込みで気のせいかもしれないけど、どっちなのよ。ストーリーがあると愛着も強くなるから、そう思い込みたいのかもしれないな。そういうストーリーも大切よね。それで認定中古で購入はしたのかしら？色々と分かったこともあるので話していくぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。少しでも参考になったり興味がありましたら、チャンネル登録をお願いします。すごく励みになるのでお願いするぜ。ゆっくりしていってね。予約の時間に行ったら受付で身分証明書の確認と当選通知の確認がされるぜ。本人確認をしっかりされるのね。認定中古は2階のフロアだな。以前の動画も参考にしてほしいわ。取材並みにお話が聞けて動画にしてるからな。価格予想が外れたぐらいで、開始前としては、精度の高い情報だったと思うぜ。今回も新しい情報はあるんでしょ？少しだけど、新情報もあるから期待してほしいぜ。楽しみだわ。2階のフロアに案内されるとショーケースに、認定中古の腕時計が展示されているんだ。好きな腕時計が選べるのかしら？展示されている時計は全て販売可能な商品だぜ。じゃあ、何も案内されないことはないのね。そこが現行品の新品購入と大きく違う点だな。欲しい時計が買えるのは嬉しいわね。探していたモデルがあれば最高だな。認定中古もいいじゃない。私以外に一組いたから、一つの枠に二組かもしれないな。商談スペースはいくつあるの？3箇所あるぞ。カウンター2箇所、ソファー1箇所だ。一つ空いちゃってるわね。そこは買い取りで使ってるのかもしれないな。担当でついてくれた販売員さんは、物腰の柔らかい丁寧な応対をしてくれたぜ。抽選予約の店舗は応対がいいの？以前、他の店舗で当選していったけど、その時も、素晴らしい応対をしてくれたぜ。購入までの雰囲気も楽しみたいなら、抽選予約はおすすめだぜ。高額な買い物だから、思い出も大切にしたいわ。制限ルール変更でマラソンがしづらくなるから、抽選予約だけ申し込む人も増えるかもな。当選すれば提案される確率が高いもんね。そうなんだ、応対も素晴らしいしな。それでショーケースにある展示品を眺めて、気になるモデルを準備してもらう流れだな。なんか、普通のショッピングみたいね。これが本来あるべき姿じゃないかな？商談席に移って試着させていただいたり、モデルの説明をしていただいたりするんだ。ワクワクするわね。席では飲み物もいただけたな。マラソンの時とは、全然違うわね。試着させていただいたけど、コンディションはすごくいいと思ったぜ。さすが認定中古ということかしら。ブレスの状態も良くてピカピカだったな。申請性もロレックスのお墨付きだから、安心感も含めて買いたい人にはおすすめだぜ。認定中古品のメリットね。ちなみに、認定中古を購入しても今のところは、新ルールの購入制限は適用されないみたいだぜ。制限でマラソンできないランナーさんも、認定中古の抽選には申し込めるのね。だから制限中の人の申し込みは増えるかもな。それは新情報ね。あと、オリジナルのギャランティカードが、つかないことは説明してたけど、ケースも旧箱はつかないみたいだぜ。何に入れてくれるのかしら？専用のポーチに入れてくれるみたいだな。旧箱はすでに在庫がないだろうし、
認定中古で整備品を販売しているのに、ケースが汚れたままは、おかしいよな。ヴィンテージなら箱も大事なんでしょ？正規店だからそこは無視で当然じゃないかな。転売対策にもなるわね。リセールバリューを生まない処置もあるかもな。それでどのモデルを購入したのかしら？開封の儀が楽しみだわ。それが、購入はしなかったんだ。せっかく抽選に当たっていったのに？そうなんだ。実際に商品を見たり試着したりしたら、すごくいいなぁと思えて購入したかったけど、最後の踏ん切りがつかなかったぜ。やっぱり、本当に欲しいのか迷いがあったんだ。結論が出なかったのね。雰囲気に流されて購入して、後で後悔したくないからな。そこは大事よね。お金がいくらでもあれば別だろうけど、マラソンして購入したいモデルもあるし、資金も考えないといけないからな。生活に支障が出たらいけないものね。新ルールだと年間2本しか買えないけど、多くの人は年間1本でも十分じゃないかな。ただ、マラソンできなくなる寂しさはあるな。マラソンが目的になってるわね。そういう人もいると思うぜ。他にも購入しなかった理由はあるの？やっぱり、価格だな。状態も素晴らしいのは間違いないけど、あの価格設定だと他のブランドの新品も買えるぞ。例えば？サントスブカルティエウォッチ。税込み、122万、7600円。カルティエ素敵よね。オメガのファーストオメガインスペース。税込み、121万円。オメガも好きなのよね。ジャガールクルトの、レベルソトリビュートスモールセコンド。税込み、164万、5600円。最近は、ジャガールクルトも気になってるのよね。ロレックスは素晴らしいけど、同じ価格帯で、素晴らしい時計が新品で買えるからな。それで決断できなかったのね。中古購入は一点物だから難しいと実感したな。これが欲しいモデルなら状態を見て、即決で決断できるかもしれないけど、その場で気になるモデルを見つけて、限られた時間で決断するのは難しかったな。安い買い物じゃないから仕方ないわよ。迷う時点でスルーが正解かもしれないな。判断を後悔しないようにマラソン頑張るのね。そうだな。やっぱり欲しいモデルを買うのが一番だよな。これでおしまいかしら？せっかくだから、認定中古のまとめをするぜ。完全解説みたいな感じかしら？なんか、かっこいい響きだな。響きに負けない内容にしてね。現時点で分かっていることを確認するぜ。わかりやすく教えてね。みんな分かってることだけど、毎週の抽選予約に当選しないと買えないぜ。マリサはよく当選したわね。推測だけど、当選した話を最近よく聞くから、当選数が増えたのかもしれないな。そうなの？認定中古開始時点では反響がわからないから、絞ってたんじゃないかと思ってるぜ。なんでそう思うのかしら？認定中古が日本初で勝手がわからないこともあるし、新品販売の方が優先だと思うしな。それはそうね。開始前に見学に行った時には、プロフェッショナルモデルも展示してあったけど、ホームページには掲載しなかったしな。あれは不思議だったわよね。抽選を知らないで、電話で問い合わせする人もいるから電話応対だけでも大変じゃないかな。きっと、鳴りやまなかったでしょうね。販売方法も中古だと違うからな。最近はプロフェッショナルモデルの掲載もしているし慣れてきたんじゃないかな。確かに現行モデルの販売と違って、認定中古は個体ごとに覚えないといけないわね。そうなんだ。認定中古は売れているのかしら？推測だけど掲載されている個体の掲載期間や、更新頻度を見るとあまり売れてない印象だな。それはちょっと意外ね。以前に、ショート動画で感想を言ったけど、同じように高いと感じる人もいると思うぞ。ただ、肯定的な意見の配信者さんもいるから、あくまで個人的な意見だと思ってほしいぜ。みんなも個人的な意見として聞いてあげてね。私の場合は見学に行った際に聞いた話で、期待が大きくなりすぎてしまったのもあるな。期待したほど安くなかったのね。次の内容にも関連するけど、現在の並行相場と比べると、若干高めだな。そうなんだ。現行モデルの販売価格よりは安めなんだけど、価格差を考えたら新品を購入したいと思うぜ。でも、しっかり整備されてるのよね。それでも、最新が最良、だと思うぜ。当時の時計は、やっぱり当時の価格が適正だったと思うんだ。でも、並行店も同じぐらいの価格なのよね。だから正規店で購入したい人からしたら、並行相場と同じ価格帯は高いと感じるはずだ。言われてみたら、そうよね。正規販売店がヴィンテージ価格です。っていうのも、なんかしっくりこないんだ。もっとわかりやすく教えてよ。ホームページに掲載されている個体で比べると、リファレンス、16233。1993年製、デートジャスト36。
イエローゴールド、ロレゾール、フルジュビ。税込み、109万、6700円。思ったより安いんじゃないの？ 30年近く前のモデルだぞ。1990年の仕様だと、税込み、63万円だ。1.7 倍ぐらいになってるのね。リファレンス、116233。2004年製、レートジャスト36。イエローゴールド、ロレゾール、フルジュビ。後継機なのね。ちょうど比較しやすいモデルがあったぜ。2004年製だと価格はいくらなの？税込み、157万、4100円するぞ。1.4 倍ぐらいになってるわね。2004年当時の定価はわかるの？税込み、82万、5300円だな。倍近くなってるのね。それで、今の定価はいくらぐらいなの？リファレンス、126233。レートジャスト36。イエローゴールド、ロレゾール、フルジュビ。現行の後継機があるのね。税込み、191万、1800円だな。20年で100万円以上、上がってるわね。ちなみに、2014年のカタログには、リファレンス、116233。イエローゴールド、ロレゾール、フルジュビ。文字盤がホワイトローマンだけど、税込み、104万、7600円で、掲載されてたな。10年で 1.8 倍ぐらいになってるわね。似たモデルをカタログで探したら、リファレンス、126233。2022年製、レートジャスト36。イエローゴールド、ロレゾール、フルジュビ。文字盤が、スレートグリーンローマン。税込み、132万、8800円だったぜ。数年ですごい上がったのね。金相場も上がってるから仕方がないけど、最近の値上げは、ほんとやばいんだ。あと、定価ならわかるけど中古品だから、金の価値より時計の価値だと思うんだ。どういうこと？デイトナのステンレスが良い例だと思うけど、定価はコンビモデルの方が高いだろ。そうね。金を使ってるしね。だけど、並行相場だと SS モデルの方が高いぞ。SS モデルは大人気だもんね。だから金の価格より、人気の価値の方が大きいということだろ？そうかもしれないわね。プレネの基準は人気だと思うんだ。現在は190万円以上だとしても、数年前は132万円ぐらいだった時計より、20年前の時計に154万円払うなら、現行品を定価で買いたいと思わないか？ 190 万円は高額だから難しいけど、そこまでお金を出すなら20年前の時計より、40万円足して新品が買いたい人もいるわね。ダメ押しすると、まだあるの？リファレンス、116333。2014年製、レートジャスト2、41ミリ。イエローゴールド、ロレゾール。フルーテッドベゼルの、オイスターブレス。税込み、194万、1500円。現行品に似たモデルがあるのかしら？これがあるんだな。リファレンス、126333。レートジャスト、41。フルーテッドベゼルの、オイスターブレス。ほんと、後継機ね。税込み、205万、9200円。青サブに関しては、1992年製と現行定価が、ほとんど変わらないぜ。中古品だから状態によっても変わるけど、この価格差なら中古品より新品じゃないか？私は定価で買えるなら新品が欲しいわ。正規店の抽選に応募するような人は、そういう人が多いと思ってるぜ。特にデートジャストに関しては在庫が動かない値付けはダメだと思うんだ。それはどうして？おそらくデートジャストが生産量も多く、二次流通で売買される量も多いと思うぜ。多分、そうよね。プロフェッショナルモデルのプレネがつくモデルはそもそも正規店の買い取りに出さないぜ。定価の7掛けぐらいで、デートナなども、プレネは買い取り価格に反映されないらしいからな。買い取り価格が大きく違うんじゃ難しいわね。正規販売店側もそこは分かっていると思うぜ。だから買い取り需要もありそうで流通量も多い。デートジャストの在庫が回らないと、認定中古は成功しないと思うんだ。デートジャストの中古市場を抑えられたら大きいということかしら？デートジャスト市場を制したものが、中古ロレックス市場を制す。って、私は考えてるな。表参道の2階フロアを認定中古の販売で、維持するのは相当数を販売しないと無理だぜ。赤字じゃ、やる意味ないもんね。原価や人件費、土地代も相当だと思うから、維持費だけでも大変だと思うぞ。でも、認定中古のいいところもあるんでしょ？もちろんあるぞ。それを教えてほしいわ。正規店が認定中古として販売してるぐらいだから、個体の申請性は確かなことだな。当然のことよね。そうなんだけど、安心感があるんだぜ。買取店がコピー品を買い取った事件をニュースで見た気がするわ。販売されてはいないと思うけど、やっぱり少しは不安が残るからな。認定中古なら、その心配がないわけね。そうなんだ。
他にもあるかしら？ 2 年間の国際保証書がつくのも嬉しいぞ。認定中古でも古いモデルは心配だから安心ね。ロレックスは丈夫で壊れにくいのが魅力だぜ。それでも保証があるのは保険として嬉しいな。良い点もあるじゃない。正規店で購入する体験も良い点だと思うぜ。それは気分も上がるわよね。さっきも言ったけど、その気分を求めてマラソンしているランナーさんもいるかもしれないな。それだけ忘れられない体験なのね。わかりやすく表を作成してみたぜ。あくまで個人的な意見だから、参考程度にそういう考え方もあるんだ。ぐらいに思ってほしいぜ。人によって色々な意見があるわよね。私は、こんな感じに思っているぞ。なんか、解説動画みたいね。一応、ゆっくり解説動画なんだぞ。そうだったわね。すっかり忘れていたわよ。頑張って作ってみたぜ。平行点の方が丸が多いわよ。忖度なしの意見だからな。資産性も正規点より平行点なのはなぜ？推測なんだけど、今の評価基準はオリジナル性が重視されるぜ。古い時計でもそうなの？ヴィンテージ品ほどその傾向が強いぜ。正規店は認定中古として販売するから、劣化したダイヤルや針は交換されてしまうな。正規店の整備ならそうなるかしら。あと、オリジナルのギャランティカードは、付けてもらえないから価格は落ちると思うぞ。認定中古のギャランティカードは価値ないの？やっぱりオリジナルの方が価値あると思うぞ。それにヴィンテージの評価や価値を作るのは、平行点だと思うから、認定中古の方が価値があるという流れにはしないはずだぜ。それは、自分で自分の首を絞めちゃうってこと？マニアや平行点が希少性を見つけて、値が上がるようにしている部分もあるからな。相場が上がるようにしているのね。もしも、認定中古が失敗して早期に終了したりしたら、認定中古のギャラ付きの価値が上がるかもな。なるほどね。だけど、そこに価値をつけるのは平行点なんだけどな。ちょっと闇深さを感じるわね。希少性って、そういうことだぞ。時計以外でも不人気カラーだったり、売れなかった商品が将来高くなったりするからな。希少性の高いコレクションを、マニアが欲しがる気持ちはわかる気がするわ。興味がない人には全く理解できないし、価値も感じないのが趣味の世界だぜ。普通は整備されて綺麗な時計が欲しいわよね。趣味の世界は奥が深いぜ。信頼関係の構築はどういうこと？販売実績が残るから、新品販売に当選したら、希望モデルを購入しやすくなるかもしれない。でも、なかなか当選しないわよね。そうなんだ。1年間、申し込んでも当たる保証はないし、希望モデルを提案してもらえる保証もないぜ。じゃあ、期待はできないわね。オーバーホールに出して提案された。という、話も聞くことあるんだけど、抽選予約の店舗だとまずは抽選に当たるハードルが高いから難しいよな。気長な作戦ね。やっぱり、現行モデルじゃない廃盤モデルで、探していたモデルがあれば購入してもいいんじゃないかな？放転したタイミングで欲しいモデルがあるかは祈るしかないわね。そこの違いも平行点の方がいいと思うんだ。運があるかないか？中古品は在庫があるかわからないから、いろいろな店舗を回って検討するのが普通だろ？状態や価格も個体によって違うしね。認定中古の場合は、即決で決めないとダメだろ。その場で決めないと、次に当選するのがいつになるかわからないものね。放転して欲しいモデルがタイミングよく在庫があれば問題ないんだけど、そうじゃない場合は、体験として、在庫の中から購入するモデルを1時間ぐらいの間に決めるのは難しかったな。高価な買い物をするには、時間が短いわね。中古品だから、相場も調べたりしたいよな。高いのか安いのかの判断基準も難しいわね。富裕層なら相場を気にせず購入するかもしれないけど、富裕層なら、希少なヴィンテージならともかく、普通の中古品は買わないんじゃないか？そんなイメージはあるわよね。認定中古に申し込まない気がするよな。マリサは認定中古に否定的なの？そんなことはないぞ。価格がもっと安ければ購入してたと思うぞ。マリサの感覚でいくらぐらいなら購入した？否定的な意見があるかもしれないけど、デートジャストなら、現在の価格から20万、30万は下げてほしい。今の価格とかなり開きがあるわね。繰り返しになるけど、それぐらいの価格じゃなければ新品を購入した方が得な気がしてしまうんだ。さっきのカルチェーなんかも良かっただろ。マリサは貧乏だからじゃない？それは間違いないな。お金を気にせず買えれば買ってるな。入手困難モデルなら仕方ないと思うけど、デートジャストならマラソンを頑張れば、購入できそうな気がするぜ。なるほどね。ただ、仕事の都合とかでマラソンできない人もいると思うし、人それぞれ環境が違うしな。実際に安いと感じている人もいるし、好意的な感想を発信している人もいるからな。個人的な意見ということね。だから、要望も考えてみたぜ。
どんな要望があるのかしら？話した内容を整理した感じだけど、こんな感じになれば嬉しいぜ。価格については何度も聞いたけど、買い取りに出した時の恩恵は確かに欲しいわね。買い取りできないと在庫が枯渇してしまうからな。車なんかも新車が発表されるたびに、乗り換える人もいるからな。3年じゃなく5年でも需要はあると思うけどな。提案を受けられるなら話は変わってくるわね。デイトナや GMT などは難しいと思うけど、それ以外のモデルだけでも需要はある気がするぜ。認定中古が今後盛り上がるといいわね。今後に期待したいな。もう当たらないかもしれないけどね。後悔するから言わないでほしいぜ。ところで、来年に値上げがあったとして、認定中古品にも影響あるのかしら？実際に値上げがあるかわからないけど、新品定価が上がれば認定中古の価格にも、影響はあるかもしれないな。じゃあ、ほんと希望モデルがなかったのは残念だったわね。縁がなかったと諦めて、マラソン頑張るのぜ。そうね、購入資金がなくなったらマラソンもできなくなるからネタにも困るわね。ネタより時計が欲しいんだぜ。今回の小話は、いかがでしたか？少しでも参考になったり興味がありましたら、チャンネル登録&高評価、お願いします。いつもより長い動画を最後まで視聴してくれて、感謝感激なのぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ見ていない動画がございましたら、もう一本、視聴していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。